現在、グループの活動を控え、個人でのお仕事を中心に活躍している BTS。ソロ活動によって、それぞれの魅力を再確認することができ、また、新たな魅力を知る機会になっていますよね。そこで、メンバーそれぞれの魅力を再確認するべく、アーミーなら知っているはずでも、実は知らなかったかもという、BTS の中で一番な魅力について探ってみました。メンバーの中で一番〇〇ランキング。それでは、早速、BTS の中でランキングをつけたら一番すごいという魅力をメンバーごとにご紹介します。ジンが好きなものといえば、ゲームや料理、そしてお酒が好きなことも知られていますよね。飲酒文化に親しんでいる韓国の人たちはお酒が強いそうですが、BTS もメンバーのほとんどがお酒好きです。ライブの打ち上げやモッパンなど、食事の場面でお酒を楽しんでいる様子を目にすることがありますよね。BTS の中でお酒が強いと言われているのはシュガとジンですが、彼が特にお酒好きなことがわかるジンのコンテンツがあります。2022年、バンタンテレビの番組水中人覧では、ジンが韓国のチョントンジュ作りに挑戦していました。お酒好きに加えて料理好きでもあるジン。美味しいお酒を手作りしてみたいという思いから、韓国チョントンジュ研究所のロクダム先生の元を訪れ、一からチョントンジュを作る工程を学びながらお酒を作ることになります。ロクダム先生が長い年月をかけて作り上げたチョントンジュ作りの工程をジンに伝えながら、温度管理や繊細な手作業で、ジンが丁寧にお酒を作っていました。自分のお酒を持ち帰って、自宅のお風呂で管理したりと、ジンのお酒作りに対する情熱が伝わってきますね。出来上がったお酒はもちろん、様々なお酒を味わうシーンでは、とっても美味しそうにじっくりと味わうジンの姿がありました。本当にお酒が好きなんだな、と感じました。そして、ジンに、このお酒作りを勧めてくれたジンの友人、料理研究家のペク先生によると、ジンは入隊前から醸造所を作るための準備をしているそうなので、除隊する頃にはよく熟しているはずです。ジンのお酒に対する情熱はナンバーワンに違いありませんね。ジンが作ったお酒をぜひ味わってみたいものです。シュガ、身体能力の高い BTS ですが、メンバーみんながスポーツ好きでスポーツ万能です。ラン、BTS やインザスープでは、仲良く卓球や足球をしたり、バスケットボールを楽しむ姿もありましたよね。スポーツ好きのメンバーといえば、NBA の熱狂的なファンであるシュガでしょう。バスケットボール好きナンバーワンとも言えるかもしれません。ダイナマイトの MV では、シュガがフリースローを決めているシーンがあります。日本の漫画、スラムダンクが好きだとも明かしていますし、パフォーマンスやプライベートでファッションを取り入れるなど、バスケ好きはアーミー公認ですよね。学生時代のシュガはバスケ部に所属し、ポジションはシューティングガード。シュガのアーティスト名の由来は諸説ありますが、このポジション名から来ているとも言われているそうですね。学生時代はフリースローを8割は決めていたと自身で言ってしまうほどの実力だったとか。2022年9月30日、日本で開催された NBA ジャパンゲームズ2022では、このイベントに参加するため来日したシュガが試合を観戦する姿がありました。自身のインスタグラムには、その前日、ゴールデンステートウォリアーズの公式練習に訪れる様子が投稿されています。シュガは NBA のスーパースター、ステフィン・カリー選手と並んで写真撮影をしたり、プレゼント交換をしていて、その様子はバスケットボールが大好きな一人の青年。とても微笑ましい姿でした。
シュガの大好きなものに触れる瞬間を目の当たりにして、同時に笑顔のシュガを見ることができて、嬉しい気持ちになったアーミーは多いことでしょう。間違いなく、BTS のバスケ好きナンバーワンはシュガですよね。J-Hope。J-Hope といえば BTS のダンスリーダーです。BTS で一番ダンスが上手なのは J-Hope だということは誰もが知っていることでしょう。ダンスパフォーマンス以外にも J-Hope がこだわりを見せているのがファッションなのではないでしょうか。BTS の中でも一番のセンスの持ち主かもしれません。BTS のファッションといえば彼らの私服姿が気になりますよね。アーミーなら好みや愛用品を知りたいはずです。BTS のおしゃれな私服姿を見られるのは国内外へ移動の際に空港に現れるとき、いわゆる空港ファッションと言われる彼らのスタイルがいつも注目の的になっています。J-Hope の空港ファッションはいつも本当におしゃれです。高級ブランドをさらっとまとったり、ラッパーらしいストリート系ブランドをルーズに着こなしてみたりと、幅広いファッションセンスを持っています。2022年11月、2022ママアワーズに出演するために来日した時の J-Hope のファッションです。自身のインスタグラムでも、このようにおしゃれな姿を投稿してくれます。そして、2022年12月28日には、アメリカのカウントダウン番組ニューイヤーズロキンイブに出演するため、ニューヨークへ向かう J-Hope の姿がありました。インチョン国際空港に現れた彼は、黒いロング丈のジャケットにゆったりとしたパンツで、かっちりとしながらもリラックスした感じを漂わせた大人のスタイルでした。可愛らしく遊び心のある小物を取り入れるのが J-Hope らしいですよね。J-Hope ならではの着こなしにこだわりを感じますよね。ファッションでもアーミーを楽しませてくれる J-Hope は BTS のダンスリーダーでありながらファッションリーダーでもあるとも言えるでしょう。BTS は日本好きのメンバーが多く、日本の音楽を聴いたり、ファッションブランドを好んでいるようですが、中でもリーダーの RM は日本の文化にいろいろと親しんでいるようですね。日本人アーティストの曲にも親しんでいるようで、坂本龍一や大橋トリオ、キリンジの曲を聴いていることが知られています。2022年の秋には、自身のインスタグラムのストーリーで、ドラマの主題歌にもなったスタッツの曲を紹介しており、日本人アーティストの楽曲に精通していることがわかりますね。また、RM は日本のアニメ、ポケモン好きとしても知られています。韓国でポケモンシール付きのポケモンパンを買うために、お店を何軒も回ったとブライブで明かしています。そして、芸術にも精通している RM は、2022年9月に来日し、芸術鑑賞をした様子を投稿しています。栃木県の那須塩原で、芸術家の奈良義智さんの作品を鑑賞したそう。また、自身のインスタグラムには、芸術家村上隆さんの作品の前で、村上隆さんご本人と並び、ポーズを撮る写真を投稿していました。この来日は、HYBE、ラベルス、ジャパン、グローバルデビュープロジェクトのオーディション番組を観覧するために訪れたもので、別の日には、新大久保や表参道で、買い物や食事を楽しんだそう。日本アーミーとしては、RM が日本を訪れ目いっぱい満喫してくれたことがとても嬉しいですよね。ジミン。BTS の中で、ダンスが上手なメンバーとして、J-Hope と共に名前が挙がるジミン。練習生時代から努力家だと言われています。そして、とても感情表現が豊かで優しい性格です。努力家で優しいジミンの原点は出身地にあります。韓国の南東に位置するプサンの出身で、ここ出身の男性はプサン男子と呼ばれています。ジョングクも
同じプサンの出身ですよね。プサン出身男性は、負けず嫌いで、男らしくプライドが高い、思ったことは、はっきりと口にするなどの特徴があります。穏やかで繊細なソウル男子とは対極の性格なんだそう。日本の九州男児のようなものでしょうか。ふんわりとした雰囲気の自民からは、プサン男子の特徴が見当たらないような気がしますが、負けず嫌いの性格がわかる練習生時代のエピソードがあります。自民はメンバー入りするのが、BTS の中で一番遅く、練習生時代が短かったのは、アーミーの間では有名ですよね。そのため、デビューまでの期間が短いので、他のメンバーよりも努力が必要でした。自民のダンスの原点は、優雅でしなやかな動きの現代舞踊です。BTS のヒップホップ系のダンスとはジャンルが違うので、他のメンバーに追いつくのが大変な上、とても苦労したと言います。努力家で負けず嫌いのプサン男子の自民は、夜遅い時間まで頑張り、メンバーの中で一番練習をしていたそう。ライブで見せる美しい腹筋は努力の賜物と言えますね。そして家族や兄弟を大切にする優しい性格なのも自民です。ジンの入隊を見送る際、ジンを見守る笑顔に現れています。ジンの見送りの後、自身のウィバースのアイコンをジンとのツーショット画像に変えたり、ジンを気遣うメッセージを投稿したりと、自民の行動はとても思いやりにあふれています。努力家で優しく豊かな感情を持つ自民の存在が BTS の兄たちや弟を支えてくれているのかもしれませんね。テテ BTS の中で芸術に親しんでいるメンバーは RM とテテですよね。テテがカメラ好きなことから芸術的センスを知ることができます。ツアー先や旅先でテテがカメラを手にし写真を撮っている姿をよく目にしますが、テテがバンテというアーティスト名でフォトグラファーとして写真を撮っているのをご存知でしょうか。ツイッターでもその名で写真をアップしたことがありましたが、バンテという名前はテテが好きなオーストラリアの写真家アンテバドチムさんが由来になっているそうです。テテが愛用のカメラでメンバーを撮った写真がこちら。メンバーが入る美しい風景が素敵で、テテのセンスが光っていますよね。テテのカメラはドイツ製のライカ M6 というカメラです。カメラ愛好家が好んで愛用する高級なフィルムカメラなんだとか。クラシックな雰囲気のおしゃれなカメラがテテの雰囲気とマッチしていてとっても素敵なんです。とても高価なカメラですが、フォトグラファーとして道具にもこだわりを持っているのがわかりますね。被写体としても最高なパフォーマンスを見せるテテですが、アーティストとしても作品を手掛ける素晴らしい才能の持ち主テテ。個人での活動が中心となっている中で、テテが大好きなカメラで作品が生み出されることを楽しみにしているアーミーは多いことでしょう。ジョングク。黄金マンネと呼ばれるほどに何でも上手にこなしてしまうジョングク。何事にも動じず好奇心旺盛に挑戦し、器用さも持ち合わせている才能に恵まれているメンバーです。そんなジョングクは繊細で芸術的センスもあり、絵を描くのがとても上手です。In The Soup EP6 では J-Hope や RM と一緒にキャンバスに絵を描くのですが、その絵がとても素晴らしくて、他のメンバーも驚きの声を上げるほどでした。In The Soup では、この山の絵の他にも夕日の絵を描いていますが、そちらもクオリティの高い作品です。過去にも愛犬や自分自身を描いたもの、マクドナルドとコラボしたイラスト、グッズ化されたキャラクターなどたくさんの絵を描いていて、それぞれ魅力ある作品ばかり。グッズ化されたり企業とコラボするなんて、クリエイターそのものですね。計り知れないジョングクの才能に驚くばかりです。
ジョングクの絵の才能は父親譲りで、お兄さんもイラストがとても上手なのは有名ですよね。何気ないクジラの絵もフリーハンドでさらっと上手に描けてしまうのには驚きです。今後のジョングクの作品にも期待してしまいます。まとめ。BTS の中で一番なことは、メンバーそれぞれに才能や魅力あふれるものばかりでした。好きなことを追求したり、感性を磨いたりと、プライベートでも輝いていることがわかりますね。現在はジンも入隊し、ソロ活動が中心となっていますが、その間にさらなる個性を伸ばし、7人が揃った時には、より大きな魅力となることでしょう。